理解説。スコセッシもコッポラも彼が育てた。B 級映画の帝王ロジャー・コーマン伝説の傑作ベスト10。ねえマリサ、最近映画ファンの間で一つの時代が終わったと悲しまれている、ロジャー・コーマンさんについて詳しく教えてほしいわ。B 級映画の帝王と呼ばれていたすごい人なのよね。ああ、2024年5月に98歳で亡くなった。まさに映画界の生ける伝説だった人だぜ。低予算と早撮りで有名だが、スコセッシやコッポラ、ジェームズ・キャメロンといった後の巨匠たちを育てた功績は計り知れないのぜ。キャメロン監督まで。ああ、彼の元から巣立った才能たちは敬意を込めて、コーマンスクールの卒業生なんて呼ばれることもあるんだ。低予算でもアイデア次第で面白いものは作れるという彼の教えが、今のハリウッドを支えていると言っても過言じゃないのぜ。そんなに多くの有名な監督さんが彼の元から巣立っていったなんて驚きだわ。今日のランキング、どんな作品が出てくるのかすごく楽しみだね。よし、それじゃあ帝王が残した傑作を紹介していくぜ。ただ、今回は物語の結末までしっかり語るネタバレありの構成にするから、そこだけは注意してくれよな。わかったわ。結末まで聞いて、当時の映画ファンがどんな風に楽しんでいたのか、その熱気を感じてみたいと思うわね。よろしくお願いするわ。第10位。金星人地球を征服。1956。第10位は1956年の金星人地球を征服だぜ。結論から言うと、後にスパイ大作戦で主役を張るピーター・グレイブスと、マカロニウエスタンの名優リー・バンクリーフが共演している、今見ると非常に豪華な B 級 SF の傑作なんだぜ。そんな伝説的なスターたちが2人も出ているの？なんだかそれだけでワクワクしちゃうけど、どんな内容の映画だったのかしら？この映画は金星から来た怪物ゾンターが、洗脳装置を使って人類を支配しようとする物語なんだ。低予算と早撮りの帝王らしく、撮影期間はたったの10日間。脚本は撮影開始の2日前に完成したという驚異的なスピードで作られたのが特徴だぜ。たったの10日。そんなに短い期間で映画1本作っちゃうなんて、マリサの言う通りまさに職人技ね。その怪物っていうのも気になっちゃうわ。実例を挙げると、この怪物は日本では大友昌司さんによって、金星ガニと名付けられて、怪獣図鑑なんかで親しまれてきたんだ。最初は平べったい形だったんだが、主演女優のビバリー・ガーランドが、これが世界を征服するのと呆れて蹴り倒したから、急遽三角錐を乗せて背を高くしたという逸話があるんだぜ。蹴られちゃうなんて怪物がちょっとかわいそうだけど、現場の熱い工夫が伝わってくるわね。最後はその怪物をどうやって倒したの？最後はアンダーソン博士がガスバーナーで怪物の目を焼いて倒すという、なんとも衝撃的であっけない結末を迎えるんだ。バズーカでも倒せないほど強力なはずなのに、最後は火炎放射で終わるという落差が面白いだろ？まさかのガスバーナーなのね。予想もつかない展開だけど、なんだかコーマンさんの自由な発想が詰まっている感じがして面白いわ。そうなんだぜ。洗脳された妻を夫が自ら手にかけるといった重い展開もありつつ、最後はどこかユーモラスなこの作品こそ、帝王の美学が詰まった伝説の一本と言えるのぜ。第9位。リトルショップ・オブ・ホラーズ。1960。第9位は1960年のリトルショップ・オブ・ホラーズだぜ。これはコーマン監督の出世作で、わずか2日で撮影されたという、世界中が驚愕した伝説を持つ一本なんだぜ。2日、一本の映画をそんな短期間で撮っちゃうなんて魔法みたいだね。どうしてそんなに早く撮影ができたの？理由は単純だ。以前の映画、血のバケツのセットをそのまま使い回したからなんだぜ。予算も時間も徹底的に無駄にしない、コーマン流制作の極致と言える作品なんだ。なるほど。無駄を省く姿勢がすごいわ。でも、タイトルからは想像がつかないけど内容はどんな感じなの？実例を挙げると、物語は花屋の店員が育てた植物が、人間の言葉で腹が減った、飯が食いてー、と喋り出す。ブラックなホラーコメディなんだぜ。しかもその餌は人間の血と肉なんだ。喋る植物。
それは面白そうだけど、なんだか不気味な感じもするわね。さらに驚くことに、当時23歳の若きジャック・ニコルソンが出演しているんだぜ。麻酔なしで歯を抜いてくれ、と懇願する、魔女の歯医者患者役という、後の開演を予感させる強烈な役どころなんだ。歯医者さんでそんなこと言うなんて、変態すぎるわ。ニコルソンはこの数分間の出番のために、現場でアドリブを連発したらしいぜ。この異常なキャラクターを全力で演じる姿勢が、後のシャイニングやジョーカーに繋がっていると思うと胸熱だろ？あのニコルソンが魔女役、それは絶対に見てみたいわ。それで、物語の最後はどうなっちゃうの？結末は衝撃的だ。巨大化した植物が、これまで食べた犠牲者の顔をした花を次々と咲かせるんだ。最後には飲み込まれた主人公の顔の花まで咲いて、僕は悪くない。とつぶやくんだぜ。犠牲者の顔をした花が咲くなんて不気味だけど独創的ね。地草の中に、人を引きつける不思議な魅力が詰まっているわ。予算がないからこその奇抜なアイデアと、若きスターの原点が拝めるこの作品は、まさにカルト的人気を誇る B 級ホラーコメディの完成形と言えるのぜ。第8位、ワイルドエンジェル、1966。第8位は1966年のワイルドエンジェルだぜ。これは後のイージーライダーへの流れを作った、バイカー映画の先駆的な傑作なんだぜ。イージーライダーにつながる作品なんて、映画史にとっても重要なんだね。どうしてそんなに高く評価されているの？理由は、当時の若者が抱えていた文明への反発や、逃げ場のない虚無感をロジャー・コーマンが監督として描き出したからだ。単なる流行り物ではなく、鋭い社会批判を作品に込めているんだぜ。なるほど。ただの暴走族の映画じゃないってことね。具体的な見どころはあるのかしら？主役のピーター・フォンダの他にも、実在のバイカーラング、ヘルズ・エンジェルスが多数出演していて、映像に圧倒的なリアリティを与えているんだ。さらに助監督には、後の巨匠ピーター・ボグダノビッチも名を連ねているんだぜ。本物のバイカーが出てるなんて迫力がすごそうね。特に印象的なシーンはどこかしら？やはり仲間を悼むはずの葬儀シーンだな。仲間であるルーザーの葬儀で、牧師の説教に腹を立てた主人公のブルースたちが、教会を酒と暴力が渦巻く狂乱の宴に変えてしまうんだ。教会をめちゃくちゃにする描写は、当時の観客に強烈な衝撃を与えたんだぜ。お葬式でそんなことをしちゃうなんて、なんだか悲しくなってくるわね。だが、どんちゃん騒ぎの果てに、ブルースは深い虚無感に襲われる。最後は警察が来る中、彼は仲間たちが逃げ出すのを尻目に、一人でルーザーの墓穴を掘り続け、行く場所なんてどこにもないとつぶやくんだ。自由を求めて走ってきたバイカーの、あまりに虚しい行き止まりを描いた名ラストシーンだぜ。自由を求めて暴れ回った結果、残ったのは孤独と虚しさだけだったのね。その通りだぜ。自由を追い求めた果ての行き止まりを鮮烈に描き切ったこの作品は、まさに昭和の映画ファンに強烈な記憶を植え付けた、バイカー映画の金字塔と言える一作だぜ。第7位、侵入者、1962。第7位は1962年の侵入者だぜ。この作品は、B 級映画の帝王コーマンが手掛けた唯一にして最高の社会派ドラマで、黒人差別という極めて重いテーマに真っ向から挑んだ歴史的な傑作なんだぜ。怪獣映画のイメージが強いコーマン監督だけど、そんな真面目な映画も撮っていたのね。主演は誰かしら？主演は若き日のウィリアム・シャトナーだ。彼は都会から来たアジテーターを演じていて、端正な容姿と巧みな弁舌で人々の心の奥にある像をかき立てる、身の毛もよだつような悪役を熱演しているんだぜ。あのカーク船長が悪役だなんて意外だわ。でも、どうしてそんなに評価が高いの？理由は、当時のアメリカ南部の差別問題を逃げずに描き切ったからだ。実際に南部でロケが行われたんだが、撮影隊は地元住民から脅迫や嫌がらせを受けながら、文字通り命がけで映画を完成させたという凄まじい背景があるんだぜ。撮影現場自体が映画のような緊迫感だったのね。具体的なシーンも教えて。実例を挙げると、
シャトナー演じる男が少女をそそのかし、黒人生徒にレイプされたと嘘を吐かせるシーンが恐ろしいんだ。これがきっかけでリンチ騒動が起きるんだが、最後は嘘が暴かれて先導者が一人取り残されるという、人間の狂気を冷徹に描き出しているんだぜ。言葉で人を操る怖さが伝わるわね。この映画は当時ヒットしたのかしら？評価からは大絶賛されたが、興行的には高慢作品で唯一の赤字を出した失敗作だったんだ。だが、差別問題の本質をついたこの作品は、今では彼のキャリアの中で最も重要な一本として再評価されているのぜ。成功よりも、伝えるべきことを選んだコーマンさんの情熱を感じるわ。その通りだぜ。職人監督が利益を度外視して世に問うたこの作品は、まさに伝説の社会派映画だぜ。第6位、デスレース2000年、1975。第6位は1975年のデスレース2000年だぜ。低予算ながら凄まじい発想力が光る、コーマン製作の伝説的カルト映画なんだぜ。デスレース、なんだか物騒な名前ね。マリサ、これってどんなレースなの？端的に話すと、走行中に歩行者を引き殺すとポイントが稼げるという、極悪非道な殺人レースを描いた物語なんだ。でも、痛烈な社会風刺とブラックユーモアが満載の圧巻の一本なんだぜ。人を引いてポイントを稼ぐなんて、今の時代じゃ絶対に考えられない内容ね。その通りだぜ。理由は、弱者を殺すほど高得点という、非人道的なルールをあえて設定したからなんだ。実例を挙げると、安楽死デーというシーンでは、路上に並べられた老人を引くふりをして、主人公がその老人を並べた病院職員たちを次々と引き殺すという、爆笑必至の痛快なシーンがあるんだぜ。皮肉が効いているわね。それに、あの超有名なスターも出ているんでしょ？ああ、なんと、ロッキー直前の若きシルベスター・スタローンが悪役で出演しているんだ。コーマンは後に、格安のギャラで彼を使えたことを、あれは安い買い物だったと語っているのぜ。スタローンが悪役なんて貴重だわ。物語の最後はどうなっちゃうの？最後は主人公が大統領を引き殺して新大統領に就任し、レースを廃止するんだ。でも最後には、暴力こそアメリカの文化だと叫ぶ。レポーターを再び車で引いて去っていくという、強烈な皮肉で幕を閉じるのぜ。最後まで徹底したブラックユーモアなのね。当時の熱気が伝わってくるわ。そうなんだぜ。後のマッドマックスにも影響を与えたと言われるこの作品は、まさに低予算映画の枠を超えたバイオレンスコメディの金字塔だぜ。第5位、アッシャー家の惨劇、1960。第5位は1960年の傑作、アッシャー家の惨劇だぜ。これはエドガー・アラン・ポーの怪奇文学を映画化した、不朽のシリーズ、その記念すべき第一弾なんだ。怪奇スターのヴィンセント・プライスが、まさに魂を削るような圧倒的な怪演を見せてくれる、一冊の絵画のような映画なんだぜ。ポーの小説が映画になったのね。あの短美でミステリアスな世界観がどう表現されているのか、すごく気になるわ。この作品が今も高く評価されている理由は、単なる恐怖映画の枠を超えて、一族の血に刻まれた逃れられない悪霊の呪いという絶望的なテーマを、息を飲むほど美しい映像美で描き出しているからなんだ。具体的な事例を挙げると、劇中で語られるご先祖様たちの前科リストが本当に凄まじいんだぜ。泥棒や詐欺、人飼いに殺しや、果ては麻薬中毒者までいたという、まさに悪の歴史を煮詰めたような家系なんだ。大きな音やわずかな光さえも嫌うロデリックの異常に神経質な振る舞いは、そんな地に怯える一族の末路を圧巻の説得力で表現しているのぜ。そんな恐ろしい歴史を背負わされた一族なんて、聞いているだけで、背筋が凍りつくような不気味さを感じるわね。だろう？さらに驚愕なのがコーマン流の舞台裏だぜ。主演のプライスには当時の破格である10万ドルのギャラを払う一方で、屋敷のセットは他社の使い回しをわずか2500ドルで買い取ったものだというんだ。この極端なまでのコスト管理が生んだ重厚な雰囲気は、まさに映画界の錬金術師と呼ぶにふさわしいぜ。クライマックスでは、仮死状態のまま生き埋めにされたマデリンが血まみれの手で這い出し、兄に襲いかかるという、
某文学らしいおどろおどろしくも鮮烈な恐怖が描かれるんだ。最後は一族の滅亡とシンクロするように、屋敷が豪華に包まれて崩壊していく。この地獄のような、でも美しいラストシーンこそが、今なおアメリカ国立フィルム登録簿に刻まれる名作たるゆえんだぜ。呪われた歴史がすべて炎の中に消えていくなんて、あまりに儚くて、そして残酷な美しさがあるわね。その通りだぜ。予算の壁をアイデアと情熱で突き破り、古典文学を最高の娯楽へと昇華させた。これぞ高慢映画の真髄と言える一作なのぜ。第4位、白昼の幻想、1967。第4位は1967年の白昼の幻想だぜ。これはジャック・ニコルソンが自身の LSD 体験をもとに脚本を書き、薬物による幻覚世界を映像で再現しようとした極めて野心的な実験作なんだぜ。あの名優ジャック・ニコルソンが脚本を書いていたのね。しかも自分自身の体験が元になっているなんて、なんだか生々しくてすごく興味深いわ。この映画が歴史的な理由は、ピーター・フォンダやデニス・ホッパーといった、後のイージーライダー組が集結した、アメリカンニューシネマの夜明けを象徴する作品だからだぜ。セリフを極限まで削り、特殊レンズやオプティカル処理を駆使したサイケデリックな映像美は、まさに圧巻の一言なんだ。当時の最先端の映像技術でトリップの感覚を表現しようとしたのね。具体的にはどんな不思議な世界が描かれているの？そうだな。主人公のポールが幻覚の中で自分の葬儀を目撃したり、無数のブラウン管に囲まれたりと、悪夢のようなシーンが連続するんだ。特に、友人を殺したと思い込んで夜の街をさまよい、逃げ込んだコインランドリーで妻に警察を呼ぶわよ、と叫ばれるシーンは、猛襲的な恐怖がリアルに伝わってくるぜ。現実と幻覚の区別がつかなくなるなんて、想像しただけでも恐ろしいわ。彼は最後には救われるのかしら？結末は非常に虚無的だ。朝の潮風を浴びて現実に帰還するんだが、心の焦燥感から解放されたかどうかはわからないまま幕を閉じる。安易なハッピーエンドに逃げないこの冷徹な視点こそが、コーマンとニコルソンが描きたかった時代の空気感なのぜ。出口のない不安を描き切るなんて、まさに大人向けの深い映画なのね。当時の若者たちが夢中になった理由がわかる気がするわ。そうなんだぜ。激動の60年代カルチャーを鋭く映像として定着させたこの作品は、今見ても強烈な刺激を放つカルトな一作なのぜ。第3位、赤死病の仮面、1964。第3位は1964年の赤死病の仮面だぜ。これはロジャー・コーマン監督のポーシリーズの中でも、最高傑作との呼び声が高い、芸術性の極致に達した圧巻のゴシックホラーなんだぜ。最高傑作なのね。B 級映画の帝王と呼ばれているけれど、この作品は何か特別な魅力があるのかしら？理由は、低予算映画の枠を完全に超えた、息を飲むほど美しい色彩美と重厚なドラマ性にあるんだ。あの巨匠ベルイマンと並べて語られることもあるほどで、後に監督として大成するニコラス・ローグが撮影監督を務め、赤や青、黄色といった原色を鮮烈に捉えた映像が本当に素晴らしいのぜ。そんなに有名な撮影監督さんが関わっていたなんてすごいわね。具体的な見どころも教えてほしいわ。コーマンならではの、豪華なセットの秘密が面白いんだ。実は映画、ベケットのセットをそのまま流用しているから、低予算とは思えない壮麗な場内が再現されているんだぜ。主演のヴィンセント・プライス演じるプロスペロ王子も、単なる悪党ではなく死を克服しようと悪魔に魂を売った、孤独な統治者として知性的に演じているんだ。そして衝撃のラスト、色とりどりの衣装をまとった死神たちが集まって報告し合うシーンは、不気味でありながらも詩的な美しさが漂っているのぜ。死神たちが集まるなんて、おどろおどろしくも幻想的な光景ね。王子の結末はどうなるの？王子さえも逃れられない死の化身が現れ、すべてが終焉を迎えるんだ。豪華な仮面舞踏会の熱狂が、静かな絶望へと変わる描写はまさに圧巻だぜ。ただ怖いだけじゃなく、芸術としての深みがあるからこそ、今も語り継がれているのね。その通りだぜ。
圧倒的なルックと哲学的なテーマが見事に融合したこの作品は、まさにコーマンが生み出した映画史に残る手法と言える一作なのぜ。第2位、古城の亡霊、1963。第2位は1963年の古城の亡霊だぜ。これは映画界で語り草になっている。世界一効率的な使い回しから生まれた、奇跡のような怪奇映画なんだぜ。使い回し？またコーマンさんの節約術が炸裂したのかしら。具体的にどんなエピソードがあるの？この映画が伝説な理由は、前作の撮影で余った2日間のセット使用権と、フランケンシュタインで有名な怪奇スター、ボリス・カーロフの契約期間があと3日残っていたからなんだ。俳優さんの契約を使い切るために映画を一本企画したの？その通りだ。カーロフをタダで遊ばせておくのはもったいない、という、高慢の貧乏症が爆発した結果なんだぜ。台本すら完成していないのに、とりあえず城を歩くシーンから撮影を始めて、残りのストーリーは後から若手監督たちがリレー形式で考えたという、まさに奇跡の泥縄式映画なのぜ。台本なしで撮影を始めるなんて、まさに帝王のなせる技ね。でも、もっと驚くような裏話があるんでしょ？ああ、すごいぜ。監督陣の顔ぶれがすごすぎるんだ。最初はコーマンが撮ったんだが、その後若き日のフランシス・フォード・コッポラやモンテ・ヘルマン、さらには主演のジャック・ニコルソンまでもが、監督として継ぎ足して完成させたという監督リレーの作品なんだぜ。ニコルソンは、この街のバカは全員この映画を撮った。最後は俺にやらせろ。と言ってメガホンを取ったという逸話まであるんだ。コッポラ監督まで関わっていたなんて、まさに後の巨匠たちの修行場だったのね。お話の内容はどんな感じなの？ナポレオン軍の将校が謎の美女を追って、不気味な城へたどり着くゴシックホラーだぜ。実は著作権管理のミスでパブリックドメインになったから、世界中で格安で出回って、多くのファンに愛されるカルト作になったんだ。いろんな意味で持っている映画なのね。バラバラに撮ったのに、一本の作品として楽しめるのが不思議だわ。それこそが高慢の編集マジックと、若き才能たちの熱量の賜物なんだぜ。混沌とした制作過程が生んだ、唯一無二の有限な空気感をぜひ味わってほしいのぜ。第1位、機関銃ケリー、1958。栄光の第1位は1958年の傑作、機関銃ケリーだぜ。これはあの世界的スター、チャールズ・ブロンソンの記念すべき映画初主演作であり、高慢の鋭い審美眼が世界を驚かせた犯罪映画の最高傑作なんだぜ。あのブロンソンさんの初主演作なのね。マンダムのイメージが強いけれど、若い頃からやっぱり圧倒的な存在感があったのかしら？この作品が頂点な理由は、単なるアクション映画の枠を超えて、悪党の内面的な弱さと死への恐怖を鮮烈に描き出したからだぜ。屈強な肉体を持つ男が、実は死に対して病的な恐怖を抱いているという、人間味あふれる深みのある役どころを若きブロンソンが見事に演じているんだ。無敵のガンマンかと思いきや、そんな意外な弱点のあるキャラクターだったのね。具体的にはどんなシーンがあるのかしら？実例を挙げると、ブロンソン演じるケリーは機関銃を手に非道な強盗を繰り返すが、実は救急車から出る棺桶を見ただけで、おじけづいてしまうほど臆病な一面があるんだ。この弱点が原因で銀行襲撃に失敗し、追い詰められた彼は少女誘拐という暴挙に出るんだが、最後は仲間の裏切りで警察に包囲されてしまう。ひるむケリーを情婦のフローが罵倒する中、彼は死の恐怖に屈して一発の弾丸も撃たずに投降してしまうんだぜ。この屈辱的とも言える幕切れは、当時の犯罪映画としては極めて異例で、今も語り草になっているのぜ。機関銃を手にしながら戦わずに降参しちゃうなんて、今のイメージからは想像できないわね。でも、そんな複雑な役を演じたからこそ、後の大スターへの道が開けたのかしら。その通りだぜ。脇役俳優だったブロンソンの才能を完全に見抜き、主役に抜擢してその魅力を開花させたこの作品こそ、帝王ロジャー・コーマンが映画界に残した最大の功績と言える一作なのぜ。総評またはまとめ。マリサ、
今日は本当にありがとう。ロジャー・コーマンさんの映画って、単に低予算で早いだけじゃなくて、未来の巨匠やスターを見出す愛と情熱に溢れていたのね。ああ、そんな彼は2009年、ついにアカデミー名誉賞を受賞したんだ。受賞式の会場には、彼に恩義を感じるハリウッドの重鎮たちが勢揃いして、スタンディングオベーションで彼を称えたんだぜ。B 級映画の帝王が、最後には映画界最高の栄誉を手にしたなんて、なんだか映画みたいな話ね。金がないなら知恵を出せ。彼が残したこの精神は、今のクリエイターたちにも受け継がれているはずだぜ。帝王が残した膨大な作品群は、今も色褪せない刺激を放っているのぜ。もしこの動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。これからも昭和の熱い映画やドラマをどんどん深掘りしていくからな。皆さんの応援が、私たちの動画作りの大きな励みになります。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。またな。映画の旅はまだまだ続くぜ。